どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新しく開発可能になった機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー52 OFX4 孫悟空ですね。孫悟空は個性派揃いの OF シリーズの中でも異色の機体となっており、 OF シリーズ共通仕様のバックファイヤーは使用可能ですが、この機体だけに見られる特徴が複数存在しています。OF シリーズの再改良試作機である孫悟空は、ポットシュートの攻撃性能の向上を目指して開発された機体で、その結果開発されたのがイエローポットですね。イエローポットは追尾性能こそないものの異常ともいえる破壊力を持っており、ポットユニットの中で最強の攻撃力を誇る装備になっています。ポットシュートはフォースの着脱ボタンを連打することで常に動かすことが可能になっていますが、基本的には機体よりも右側にしか飛んでくれないため、画面の左側に対して攻撃を要求される場面では使用することができない仕様になっています。また連続使用する場合は常にフォースとイエローポットが切り離された状態になるため、防御面でかなり不安な状態になってしまう点と、細かい雑魚処理が苦手というデメリットも挙げられますね。デメリットも大きいイエローポットですが、これを補ってあまりある攻撃力を持っており、難易度 R タイパー3の耐久力のある場合でも瞬殺できる破壊力があります。特にステージ 6.1 はイエローポットを壁打ちしてるだけでボス戦まで難なくたどり着けてしまうため、縦スクロールのステージ 6.1 が苦手な人は試してみてくださいね。操作のコツとしては、イエローポットを右側にまっすぐ飛ばした時にぶつかるようなラインで位置取りすることと、一定距離進むとブーメランのように曲がって戻ってくるため、このカーブするまでの距離感をつかむことですね。この感覚がつかめているかいないかで扱いやすさが全然違うので、まずはイエローポットの動きをよく観察するところから始めてみるといいと思います。なお、イエローポット以外のポットユニットではレッドポットが装備可能になっており、イエローポットがどうしても扱いづらいと感じてしまう場合はレッドポットに変更してみてもいいと思います。イエローポットを使用するとよくわかると思うんですが、全ての方角を狙うことができるレッドポットの使いやすさと安定感はかなり安心感がありますね。2つ目の特徴は、孫悟空で使用可能な攻撃のほとんどがレーザーではなくミサイルになっている点ですね。OF フォース4は全体的に少し火力が低めですが、雑魚処理においてはかなり優秀だと思います。赤のグラビティボムは着弾時に爆発するエネルギー弾を発射します。弾速も遅く連射もできないため、その場から動かないようなバイド以外には当てることも難しいですが、バイドに密着した状態では OF フォース4で最も高い火力を発揮することができます。ただしこれはあくまでもバイドに密着した状態での話なので、それ以外のシーンでの使用を考えた場合の使い勝手は悪く、あまり使いたい装備ではないと思います。青のサーチミサイルは追尾型のミサイルを連射します。かなり優秀な追尾型ミサイルのため、適当に撃っていても雑魚は簡単に処理してくれますが、逆に火力的にはそこまで高くないため耐久力のあるバイドは少し苦手ですね。サーチミサイルはレーザー兵器ではない物理兵器のミサイルのため貫通性が低く、キートコロニアンのような細かいハムシの大群を飛ばしてくるバイドとの相性は最悪だと思います。またレッドポットとの相性が非常に良く、レッドポットによる弾幕とサーチミサイルを組み合わせることで雑魚処理では無類の強さを誇る装備にすることもできます。イエローポットを使用しない場合の装備構成であれば、この組み合わせが一番おすすめですね。黄色のグランドミサイルは地形に沿って進むミサイルを上下に発射します。壁にへばりついているバイドにはかなり有効なミサイルですが、ミサイルが沿って進むための地形がないとその性能の半分の力も発揮できないため、他の対地レーザー系と同じくステージによって大きく評価の分かれる装備ですね。ただしレーザー兵器ではなくミサイルというところがビジュアル的にはかなり違うポイントなので、ロマンドでは他の対地レーザー系とは雲泥の差だと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、他の OF シリーズと同じく何の能力もないため、ポットシュートを使うためのトリガーくらいに考えておいてください。ミサイルは爆雷、追尾ミサイルの2種類から選ぶことができますが、サーチミサイルと組み合わせるとミサイルによる弾幕が厚くなるため、それとビジュアル的にはやはり追尾ミサイルをお勧めしたいところですね。波動砲はスタンダード波動砲が搭載されており、孫悟空では重要な装備の一つですね。波動砲のチャージ中もバックファイアやイエローポットによるポットシュートの攻撃は可能なため、細かい雑魚の処理以外は波動砲のチャージをしながらポットシュートで攻撃を行うことで、攻撃の手を休めることなく波動砲を撃つことも可能になります。イエローポットの打ち漏らしを波動砲で処理する運用が最も高い火力を発揮できるため、イエローポットの使い方に慣れてきたら同時に波動砲をチャージして撃つ練習をしてみるといいと思います。孫悟空はイエローポットと波動砲をメインで使用する防御を捨てた攻撃特化の高火力型での運用や、殲滅能力を高めたレッドポットとミサイルによる弾幕型での運用など、方向性が全く異なる戦術を組むことができる面白い機体ですね。
癖が強い分、使いこなすことができれば最強クラスの機体といえる強さを秘めた機体のため、まだ開発していない人にはぜひとも開発して遊んでもらいたいですね。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。